皆さんこんにちは。今日は卓球用具の進化において最も議論を呼んできたテーマ、粘着性鋳立てラバーの技術構造と市場動向に関する非常に密度の高い研究報告を読み解いていきます。ケンジ君、このレポートの副題読みましたか？はい、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実ですね。これかなり攻めた内容ですよね。よろしくお願いします。よろしくね。まず第1パートはエグゼクティブサマリーとして鋳立て技術がなぜ発明ではなく必然だったのかを振り返ります。レポートの序論が指摘するように、決定的な転換点は2008年の北京オリンピック直後でした。当時世界を席巻していた揮発性有機化学物、いわゆる VOC を含むスピードグルーの使用が ITTF によって厳格に禁止されたんです。昔の動画を見るとみんな試合の直前にラバーを貼っていましたよね。あれがスピードグルーの物理的膨張効果を狙っていたわけだ。それがダメになったことで、特に中国のナショナルチームは大パニックになっていると言われていますね。まさにその通り。サワクアスポーツの資料ソース1によれば、当時のトップ選手たちは粘着ラバー特有の回転性能を維持しつつ、グルー禁止による多積みの低下をどう補うかに苦心しました。その究極の回答が高装機が開発したネオテクノロジーであり、工場出荷時にあらかじめスポンジへ補助剤を浸透させる鋳立てという手法だったんです。つまり本来ならルール違反になりかねない加工をメーカー側が製造工程の一部として合法的に組み込んだのが鋳立ての正体なんですね。そういうこと。単なる製品紹介ではなく、ルール変更という巨大な壁をテクノロジーで突破しようとした卓球の物理と科学の戦いの記録なんです。続いてはこの市場が現在どう広がり、2026年に向けてどんな新たな規制が待ち構えているのか、サマリーの後編へ移りましょう。前パートでは鋳立てのルーツを聞きましたが、サマリー後編として今の市場の広がりについても詳しく知りたいです。現代はまさに鋳立て戦国時代よ。高装機の強氷ネオ3が切り開いた道に、今はロキ、フレンドシップ729、銀河、サンウィといった中国ブランドが独自の補助剤浸透技術をひっつけて参入しています。各ブランドが粘着力の持続性や鋳立て層の厚みで熾烈な差別化を図っているのが現状ね。でもレポートを読んでいて一番衝撃だったのが2026年に向けた ITTF の新基準の話です。これまで黙認に近い状態だったものがついにメスを入れられるって本当ですか？よーく気づいたわね。ITTF ニュースソース22が公式にアナウンスしている通り、2025年からポストマッチコントロール、つまり試合直後の検査プロセスが大幅に強化されるんです。今まではガスの検知が主でしたが、これからは厚さ制限 4.0 ミリと表面の平坦性が精密なデジタル測定器でチェックされるようになるの。鋳立てはスポンジを科学的に膨らませる技術だから、一歩間違えれば 4.0 ミリの壁を越えてしまう。これまで以上にシビアな用具管理が求められるってことだ。その通り。このレポートはそうした競技としての公平性と用具の性能追求の境界線についても最新の原点をもとに詳しく論じています。2026年以降の卓球界で生き残るためには、この技術的背景を理解しておくことが絶対に不可欠なの。なるほど。全体像が見えてきたところで、次は具体的な技術構造の革新、強氷ネオ3のトップシートの秘密について深く切り込んでいきましょうか。ここからは個別議論に入ります。まず、粘着鋳立てラバーの代名詞である強氷ネオ3の構造をトップシートから解剖していきましょう。粘着ラバーといえば触るとベタベタする表面ですよね。あれだけで強烈な回転がかかっているわけじゃないんですよね。レポートの第一部によると、粘着性は天然ゴムを主成分とした配合と特殊な化学処理によって接線方向への摩擦力を極大化させているの。でもそれ以上に重要なのが粒の設計なんです。卓撃のテクニカルデータソース3にも粒の形状について面白い分析がありました。強氷の粒は低くて太いのが特徴なんですよね。よく勉強しているわね。粒をあえて低く、そして太く設計することで、打球時にシートが受ける衝撃を粒全体で面として支えられるの。これによりシートが無駄に倒れ込んだり変形したりするのを最小限に抑え、エネルギーの伝達ロスを徹底的に防いでいるんです。だから中国選手のように極めて薄くでも激しくする打法をしてもエネルギーが逃げずに全てが強烈なスピンへと変換されるわけか。そう。ドイツ製のテンションラバーのようにシートをたわませて弾くのではなく、シートの剛性を高めてボールの回転をねじ伏せて上書きする。
これが対戦相手が球が重いと感じる鏡氷特有の玉気質の物理的根拠なんです。表面のベタつきだけじゃないミリ単位の粒設計が回転の土台だったんですね。次はこの強靭なシートを支える高密度スポンジの驚くべき応答性について見ていきましょう。合成の高いシートを支えるスポンジについても教えてください。鏡氷のスポンジって触るとまるで板みたいに硬いですよね。鏡氷ネオ3に採用されているのはドイツ製のような大きな気泡を持つスポンジではなく、気泡が極めて小さい高密度スポンジです。顕微鏡で見ても気泡の密度が圧倒的に高いのがわかるわ。その硬さがプレーにどう影響してくるんですか？ここが面白いところなの。レポートの分析では、このスポンジは非線形な応答をすると解説されています。卓球ラバーレビューソース2でも指摘されていますが、弱いインパクトではボールの勢いを完全に殺して退場技術で短く止める。でもフルスイングで一定以上の負荷がかかった瞬間、蓄積されたエネルギーが一気に解放されるんです。つまり自分の入力が臨界点を超えた瞬間に爆発的な威力が生まれるという、まさにプロ仕様の設計なんですね。その通り。打球の威力をプレイヤーの筋力に依存させすぎず、かといってオートマチックすぎない。この入力に対して出力が比例しない特性こそが、中国トップ選手の圧倒的なパワーを引き出す鍵だったのよ。ストップは短く、ドライブは豪快に。この究極の二面性を支えているのが高密度スポンジだったわけだ。でもこれだけ硬いスポンジだと、普通は扱いづらさが先に来てしまいますよね。次は、あえて現代のトレンドに逆行するようなプレテンションの不在という鏡氷独自の設計思想について探っていきましょう。ケンジ君、多くのドイツ製テンションラバーは製造時にあらかじめシートを引っ張った状態で貼るプレテンション技術を使っているけれど、鏡氷ネオスニーはあえてこれをしていないの。今の時代テンションをかけないと飛距離が出なくて不利なんじゃないですか？ラリーズの技術解説ソース5にある通り、あえてプレテンションをかけないことでボールがラバーに吸い付く感覚、つまりデュエルタイムを最大化させているんです。シートに初期張力をかけないことで、打球時にシートがボールを包み込む遊びが生まれるのよ。バネのように即座に弾き返すんじゃなくて、一度しっかりボールを噛む時間を作る。これが粘着ラバー本来の回転をかける感覚を損なわせないための工夫なんですね。そう。さらにね、プレテンションがないことはラバーの寿命にも大きく貢献しているの。シートに常時余計な応力がかかっていないから、表面のひび割れや性能劣化がドイツ製ラバーに比べて格段に遅いというメリットがあるんです。自分のタッチがダイレクトにボールに反映されるから繊細なコントロールができる。退場技術の精度の高さはこの設計から来ていたんだ。でもね、プレテンションがないとどうしても初速や飛距離は不足してしまいます。それを物理的な張力ではなく科学的なプロセスで補うのが今回の最大のテーマ、韋立てなんです。なるほど、ここでようやく韋立てがつながってくるわけだ。続いてはその魔法のような科学的メカニズムの真相へ切り込んでいきましょう。さて、いよいよ今回の革新である韋立ての具体的な仕組みについてです。ただ接着剤を塗っているだけじゃないんですよね。もちろんよ。韋立てとは工場での製造最終段階において補助剤、つまりオイル成分をスポンジの深層まで浸透させる非常に緻密な化学プロセスを指します。オイルがスポンジの内部に入ると分子レベルで何が起きているんですか？化学的膨張ね。オイル分子がスポンジゴムの分子差の間に入り込み、過強構造を物理的に押し広げるの。これで本来は板のように硬い高密度スポンジに驚くほどの柔軟性とゴム特有の弾性が付与されるんです。 YouTube 卓球チャンネルの実証実験でも韋立て位ありとなしではボールの反発高さが劇的に変わることが示されていましたね。それだけじゃないわ。レポートの第1部4節によれば、スポンジ表面にはプライマー層という薄い膜が形成されていて、これが内部に閉じ込められたオイルの揮発を物理的に抑えているのよ。この膜の品質こそがメーカーの技術力の見せ所なんです。韋立て技術というのはオイルを入れる技術と閉じ込める技術のセットなんですね。まさに化学工学の結晶がラバーの裏側に隠されている。この繊細な状態を製造直後のフレッシュなままユーザーの手元まで届ける。そのために絶対に必要なのが次のパートで語る真空パッケージの秘密なんです。続いてはあの厳重な包装の意義について見ていきましょう。鏡氷ネオ3を買うといつも銀色のアルミパックでがっちり密封されていますよね。
あれ開けるときに少し緊張します。あれは単なるデザインの演出ではなく、ラバーの性能という名の鮮度を守るための生命線なの。真空パックにすることで、パッケージ内部の補助剤の蒸気圧を平行状態に保ち、オイル成分の揮発を極限まで抑えているのよ。開封した瞬間に広がるあのツンとした独特の匂い、あれが化学処理が成功している証拠なんですね。テーブルテニスショップ au のソース7のテクニカルデータにも記述がある通り、あの匂いこそが高度な鋳立て処理の成分が保存されている証拠なのよ。でも重要なのは、開けてからどうなるかという点です。パッケージから出して空気に触れた瞬間から変容が始まるんですよね。そう。開封から3日間くらいが補助剤の揮発が最も活発で最も弾みが強くなるピークタイムと言われています。その後徐々に揮発が落ち着き、本来の安定した打球感へと収束していくの。開封した数日前にあえて開封して、この過剰な弾みを少し逃がしてから自分のタッチになじませる熟成期間を作る人もいるってレポートにありましたね。自分のプレイスタイルに合わせて開封後の食べ頃を見極める。これも鋳立てラバーを使いこなすための高度な運用スキルの一つなんです。さて基礎を学んだところで、次は他社のライバル製品、まずはバトル2について詳しく見ていきましょう。ここからは第2部、他社製鋳立てラバーとの比較に入ります。まずは強氷の最大のライバルとして君臨するフレンドシップ729のバトル2です。729といえば中国粘着ラバーの歴史を構想機とともに作ってきたロシブランドですよね。強氷とはどう違うんですか？テーブルテニスバザーソース10の分析によると、バトル2の最大の特徴はトップシートの弾きの強さにあるわ。強氷が天然ゴム主体の粘り強さなら、バトル2はわずかに合成ゴムの配合を増やし、反発力を強化しているのが特徴なの。打球感が強氷よりも少し直線的だとよく言われますよね。その通り。特に小チーム用や国チーム用の鋳立て加工は非常に高品質で、パッケージを開けた瞬間からトップ選手の求める最大性能を発揮できると評判よ。強氷が自分で回転を作ることを強いるのに対し、バトル2はインパクトの瞬間に鋭く放り出す感覚が強いんです。強氷は未加工だと弾みが物足りないと感じるユーザーにとって、バトル2は開封した瞬間から威力が手に入る強力な選択肢になりますね。粘着の強さ自体も強氷に勝るとも劣らず、それでいてスピード性能を補完している。まさに現代の粘着鋳立てラバーのもう一つの正解と言えるでしょう。なるほど。でもバトル2ってスポンジの色がいろいろあって選ぶのが大変ですよね。次はそのバリエーションごとの戦略的な差について深掘りしてみましょうか。バトル2を選ぶとき、スポンジの色で悩む人が多いと思うんですが、これって具体的に何が違うんですか？レポートの第2部一節にある比較表が非常にわかりやすいわ。まずコマーシャル版のオレンジスポンジは最も手頃で粘着が強いけど、鋳立ての効果はやや控えめ。粘着ラバーの基礎を学びたい入門者に最適ね。ゴールド版のパープルスポンジはどうですか？これは中級者から上級者への橋渡し的なモデル。鋳立てによるスポンジの柔軟性がより明確になり、弾みと回転のバランスが非常に高次元で取れている。コストパフォーマンスに優れた一枚よ。そして多くの選手が憧れるプロビンシャル版のブルースポンジ。カスタムテーブルテニス UK のソース11のデータでも高密度の極みと絶賛されているわ。鋳立てが非常に強力で、交渉コードよりも体感で 1,2 度柔らかく感じるほど食い込みが良いのが特徴。強打した時の破壊力は強氷の市販品を軽く凌駕するとも言われているわ。自分のレベルと鋳立てに何を求めるかで明確にターゲットを分けているんですね。そう、フレンドシップ729のこの緻密なマーケティングが世界中の粘着ユーザーの心を掴んでいる理由なの。続いてはまた異なる進化を遂げた新勢力インヘのビッグディッパーの革新性に迫りましょう。続いては銀河のビッグディッパー4について語りましょう。これは中国伝統の粘着技術に現代的なテンション効果を融合させた非常にアグレッシブなモデルです。銀河のラバーって独自のテクノロジー名がかっこいいですよね。ええ、独自のマックステンステクノロジーがその革新よ。コントロビーの解説によれば、スポンジの製造段階でテンション成分を練り込み、さらに仕上げとして鋳立て加工を施すという二重の弾性効果を狙っているの。鋳立てプラステンション、それって最強じゃないですか。そのパワーを支えるのがゴッドクロスボウスポンジ。日本語で神のドスポンジと呼ばれる高密度スポンジよ。新プラスチックボールの特性に合わせて気泡の形状を最適化しつつ、中国ラバーらしい重い打球を実現しているんです。レポートには開封直後の反りが強氷ネオ3よりも大きいという記述もありましたね。それだけ強力な初期張力が鋳立てによって閉じ込められている証拠なのよ。
この圧倒的な反発力が実際のプレーにどんな恩恵をもたらすのか、次のパートで詳しく解説しますね。粘着なのにテンションのように飛ぶ。その使い勝手が気になります。続いては実戦におけるプレー特性について掘り下げていきましょう。ビッグリッパー4を使うと、プレイヤーは具体的にどんなプレーがしやすくなるんでしょうか。一言で言えば、ラバーが飛距離を助けてくれる感覚ね。第2部2節の比較分析では、競標が自分のスイングでボールを掴んで回転を作ることを要求するのに対し、ビッグリッパー4は軽打でも韋駄艇の反発で十分なスピードが出るの。古線が上がりやすいというレビューもテーブルテニス11ソース16にありましたね。そう、中陣からの引き合いや台上での攻撃的なフリックにおいて、韋駄艇が生み出す高い弾性がプレイヤーの筋力的な負担をうまくカバーしてくれるの。粘着ラバー特有の当たれば止まる怖さをテクノロジーで解消していると言えるわ。テンションラバーから粘着に移行したい人にとって理想的な架け橋になりそうですね。まさにその通り、扱いやすさと中国ラバーらしい回転の両立ね。でもね、ケンジ君、韋駄艇の極限を目指したブランドが他にあるの。まさか補助材メーカーが作ったという例のラバーですか？そう、カイフのブルーフェイス3よ。続いては韋駄艇を最も過激に具現化したこの化け物級ラバーの構造に迫りましょう。韋駄手の歴史を語る上で避けて通れないのがハイフのブルーフェイル3です。ハイフといえば補助材シームーンで世界中のトップ選手を虜にしているメーカーですよね。いわばブースターの本家本元だ。そう、その本家が自社の補助材技術を続ぎ込んで作ったラバーだから、韋駄手のレベルが他とは次元が違うの。スポンジの裏面を見ると、目視できるほど分厚い接着剤と補助材の層、いわゆる打底層が形成されているんです。アリエクスプレスソース18の商品説明では、グルーフリーフィリング接着剤不要の充填技術と呼ばれているやつですね。実質的に最初からプロが数時間かけて丹念にブーストを施した状態が工場出荷時にすでに完成しているの。パッケージから出して貼るだけで即座に中国ナショナルチーム級の出力が出せるんです。即戦力という言葉をこれほど体現しているラバーはないですね。食い込みの深さと加速力は一度使うと病みつきになるって聞きました。でもね、その圧倒的な性能の代償として非常にシビアなトレードオフも存在しているのよ。性能が高すぎるがゆえの悩みですか。次のパートでその影の部分、寿命と運用の難しさについて触れておきましょう。前パートで言っていたブルーウェールサードの大小ってやっぱり寿命のことですよね。その通り。テーブルテニスデイリーソース19のユーザーレビューでは、使用開始からわずか30時間程度で魔法のような性能が顕著に低下し始めるという報告があるわ。30時間、毎日2時間練習する選手なら2週間も持たないじゃないですか。そうなの。強力な韋駄手加工が施されている分、オイル成分が揮発する速度も他のラバーより格段に速いのね。まさに大事な試合の直前に貼って最高のパフォーマンスを出すための決戦用ラバーと割り切る必要があるわ。プロ選手ならいいけど、コストパフォーマンスを気にする一般プレイヤーには少し覚悟が必要な一枚ですね。性能のピークをどこに持ってくるか、韋駄手ラバーを運用する上での最も難しいかつ面白いポイントね。一方でこうした極端な設計とは別に品質管理と安定性で勝負するメーカーも評価されていますよね。次は専門家からの信頼が厚いサンウェイのターゲットナショナルの洗練された構造を見ていきましょう。続いては品質管理の王者に迫ります。サンウェイのターゲットナショナルは強標ネオ3の性能を現代的にアップデートし、その欠点を克服した優等生的なモデルとして注目されています。強標の市販品ってどうしても個体差が激しいというイメージがありますが、ターゲットナショナルはどうなんですか？そこが最大の強みよ。レポートによればターゲットナショナルは極めて厳格な品質管理基準を設けていて、どの個体を購入しても韋駄手の効果が均一なんです。サワヒカスポーツソース9のおすすめ10選でもその信頼性の高さがトップクラスに評価されていましたね。スポンジもケーキスポンジと伝統的高密度の中間のような性質を採用していて、粘着らしい重い玉気質を維持しつつ、現代卓球に必要な初速を高い次元で両立させているの。安定して高いパフォーマンスを出し続けたい選手にとってこれほど心強い味方はないですね。まさに失敗しない粘着韋駄手ラバーね。そして今市場で最も勢いがあり、このターゲットナショナルを猛追しているのが元中国代表が監修するブランドなんです。王鵬氏のブランドロキーですね。続いてはその躍進の秘密に迫りましょう。
最近卓球場や SNS でロキーのラバーを使っている人を本当によく見かけるようになりました。これ王鵬さんが監修しているんですよね。そうなの。かつての裏面打法の先駆者が監修しているだけあって、設計が完全に現代のプロ仕様なのよ。特にフラッグシップの RX-9 Pro は強標のコクチーミ用に近いフィーリングを持つと言われています。楽天の販売ページソース26のシダ評価でもブルースポンジとイダテの相乗効果が絶賛されていました。 RX-7 Pro もすごいのよ。中国ナショナルチームの訓練で実際に使われるほど超粘着で、イダテによってスポンジの柔軟性が極限まで高められているの。特徴的なのが 2.1 ミリという絶妙なスポンジ圧ですよね。これ何か意図があるんですか？鋭いわね。スポンジをわずかに薄くすることで、イダテの膨張による規定違反を防ぎつつ、インパクトの瞬間にラケットの芯に当てやすくしてパワーを伝えやすくしているのよ。伝統的な中国ラバーの良さを残しながら最新のルールや技術に適応させている。シェアが急拡大しているのも納得です。続いてはロキーのもう一つの看板、さらにハイブリッドなアーサーチャイナの内部エネルギー技術についても触れておきましょう。ロキーのもう一つの注目モデルがアーサーチャイナです。これは粘着トップシートにより気泡の大きいケーキスポンジを合わせたハイブリッド設計なんです。独自のトゥルーインターナルエネルギーテクノロジーっていうカタログスペックが気になります。直訳すると真の内部エネルギー技術ですよね。そう、苛立きによって工場出荷時からスポンジが高度に活性化されていることを指すの。これによってテンションラバーのような心地よい打球音と深い飛距離が出るようになっているんです。アリエクスプレスの解説では、従来の粘着ラバーが苦手としていた中遠距離での引き合いでも威力が落ちないと評価されていました。中近距離での電撃的な攻撃に最適ね。強標の扱いづらさを最新のテクノロジーで解決しようというロキーの強い意志を感じるわ。各社苛立きという共通の土台を使いながらも、ブランドごとの個性をしっかり打ち出しているんですね。さて、ここで一度立ち止まって、これまで見てきた多種多様なラバーの物理特性を横断的に比較してみましょう。数値データが示す意外な真実とは？データ分析のパートですね。ワクワクします。続いては、コードや古線の定量的な相関関係を読み解いていきましょう。中国ラバーのコード表記ってメーカーによって基準がバラバラで、選ぶのが本当に難しいと感じるんですが。そうね。レポートの第3部では PHS 基準、ショア A に近い独自基準をベースに比較を行っています。強標ネオ3が39度から41度のレンジ。それに対してバトルトゥプロビンシャルは苛照りの効果で交渉コードよりも体感で 1,2 度柔らかく感じるというデータが出ているわ。苛照りによる軟化効果は実際のプレイにどう反映されるんですか？レディットの比較スレッドソース12でも議論されていますが、弾道の違いに直結するの。強標はバウンド後に急激に低く伸びる沈む球。対してバトル2はより直線的でスピード重視の弾道になるの。苛照りの効果が切れてくると、特に強標は古線が極端に短くなってネットミスが増えるという警告もありましたね。その古線と回転の相関を理解しておくことが用具選びの失敗を防ぐ最大のコツなのよ。自分のスイングスピードに対してどの苛照りが最適か、数値に隠された打球の質の差を知ることは勝つための近道ですね。次はその最高の性能をできるだけ長く維持するためのメンテナンス、特に物議を醸す再チューニングの是非について語ります。続いては競技倫理と技術の葛藤についてです。苛手の効果が落ちてきた時、多くのプレイヤーは市販の補助剤で追いブーストをして弾みを取り戻したくなると思うんですが、これってルール的にはどうなんですか？気持ちは痛いほどわかりますが、ここには法的、倫理的な大きなハードルがあるのよ。ITTF 規定 2.4.7 ソース21では、ラバーの物理的、化学的、その他のいかなる加工も製造後の状態を変更することは禁止されていると明記されています。でも現状ではオイルベースのブースターは検知器をすり抜けているという話も聞きますよね。 JTTF 指導者コラムソース4でも指摘されていますが、それはあくまで検知技術の限界を利用したすり抜けであって、倫理的なグレーゾーン、公式戦では常に失格や資格停止のリスクがつきまとうの。技術的には一度苛手されたスポンジはオイルを吸収しやすくなっているから、再加工で劇的に性能が戻るポテンシャルはあるけれど、競技の公平性と個人の用具追求の情熱、その境界線がいよいよ2026年厳格に引き直されることになるんです。次はその最前線、最新のラケットコントロール強化について詳しく見ていきましょう。続いては2026年問題の正体に迫ります。
2025年から ITTF が本格的に導入を開始しているのがポストマッチコントロール、つまり試合後の抜き打ち検査の強化プロセスです。試合が終わった後に自分のラケットをチェックされるなんて、選手にとってはかなりの緊張感ですね。 ITTF ニュースソース22によれば、これまでの VOC ガス検知だけでなく、ラバーの厚さ 4.0 ミリ以内という規定と、表面の平坦性が最新のデジタルレーザー測定器で厳密にチェックされるようになるんです。鋳立てによる効果や追加のブーストで不自然に膨らみすぎたラバーは、ここで一発アウトになる可能性が高いわけだ。特に 2.2 ミリの厚いスポンジを採用している強氷系は、鋳立てによる膨張で規定の限界ギリギリを攻めているから注意が必要なの。バターフライオンラインソース23でも、この新基準への対応の必要性が説かれていましたね。2026年には測定の解像度がさらに上がり、目視ではわからないような鋳立てによる物理的な歪にすらチェックされる時代になります。いよいよ最後のパート。これらを踏まえて、僕たちがどう未来の用具と向き合うべきかまとめていきましょう。続いては結論です。さあ、長く続いたこの対談もついにフィナーレですね。美咲さん、最後に全体をまとめていただけますか？強氷ネオ3が切り開いた鋳立ての文化は、卓球という競技の物理学と科学が融合した一つの到達点です。でもこれまで見てきた通り、その魔法の効果は永遠ではないし、ルールの壁も年々高まっています。2026年以降は単に弾むラバーを選ぶだけじゃなく、メーカーの鋳立て加工そのものの品質、つまり弾ませつついかに規定の厚さに収めるかという高度な技術力が問われる時代になるんですね。その通り。プレイヤーにとっても用具に頼りきるのではなく、ラバーの生の状態をいかに管理し、自分の技術とアジャストさせていくかという、より知的なアプローチが競技力の一部になっていきます。沢倉スポーツの最新比較、ソース9などの情報を常にアップデートしながら、自分に最適な一枚をルールの中で使いこなす。これが正解ですね。卓球の用具選びはこれからも進化し続け、私たちを楽しませてくれるはずです。美咲さん、今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。こちらこそ、皆さんの素晴らしい卓球ライフを心から応援しています。それではまたいつかお会いしましょう。